お兄さんは修理受付してますか？一切受け付けてません。どうも、熊五郎兄さんです。本日の修理はこちら。これさ、こないだね、やんごとなきお方と飲んでたわけですよ。そしたらね、ちょっと渡したいものがあるんだけどって言って、これをどんどん出したわけですよ。すっごい重いの。サイズ的にね、悪さは PPK でも入ってんのかなと思ったんだけど、違いました。時計です。時計を直してくれと。お兄さん断りました。無理だと。ベルト交換すらしたことがないと。お酒飲みながらね、話を聞いてたんで、詳しく見てなかったんだけど、なんかね、すげえ高そうなんだよ。こういう感じの。2つともね、同じメーカーで、もう1個これね、なんかベルトも分厚いしさ、ケースもすげえでかいのよ。で、自動巻きなんだよね。こういう。で、時計の中が壊れてるわけではなくて、ベルトが壊れてると。当然ね、機械時計修理しようとか全然無理なんで、ベルトが壊れてるらしいんですよ。こっちはね、こう押してパチンって開くやつなんだけど、ここのくぼみとここの出っ張りが引っかかるんだけど、こっちがね、取れちゃってんだよね。このくぼみがないでしょ。こっち。取れちゃったと。で、なんか取れた部品もあるから、これをくっつけてくれと。で、もう一個の方は、ここのバネが壊れちゃってて、もうロックができない。本来ならここバネで広がってるんだけど、パチンっていかなくなっちゃってんだよね。取れちゃう。無理ですから。ベルト交換すらしたことありませんから。いや、お兄さんもね、4回断ったの。絶対汚くなると。汚くなってもいいと。とりあえずやってみてくれと。気に入らなかったら別に買うから、別に失敗してもいいよと。そういうことでね、とりあえず受け取ったんですが、なんか調べたらね、ちょっとお高い時計らしいね。なんかドイツの時計みたいで、これ保証書なのかな？なんかヨルクシャウアーとかなんかそんな名前の時計らしいです。クロノグラフプラチナムエディションみたいなことが書いてあります。で、さっき調べたら、これじゃないんだけど、なんか20万から40万ぐらいの時計がいっぱい並んでたんで、多分高いやつなんだと思います。この時計がね、高いか安いかは別にお兄さんのじゃないんで全然関係ないんですけど、で、ベルトもね、なんか買ったんだって、それも預かったんだけど、なんか全然違うと。似たようなやつ買って交換しようかなって思ったらしいんだけど、やっぱ映像だとわかんないね。こっちはね、すげえピカピカしてるんですよ。厚みもね、半分ぐらい。で、基本ピカピカしてるんですよね、こういうところも。で、これはダサいから交換したくないってなったらしくて、まだノープランなんだけど、とりあえず、ここの欠けちゃったやつね、やったことないけど、これ、セメダインメタルロック、エポキシ接着剤ですね。噂によると、溶接並みに強いっていうことらしいんで、これをちょっと使って固定してみようと思います。1個はね。で、こっちのバネが壊れちゃってる方。これはね、もう正直わからん。押し広げるとね、ここにピンは見えるんだよね、左右に。バネは見当たらないよね。で、違うものだけどね、これは、ここにピンとバネが入ってんだよね。こっちもそうなんだけど、ピンとバネの2本がここに見えるんだけど、それで、こうバネが効いてるんだよね。バネの移植ができれば一番いいんだろうけど、ちょっとそれもわからん。予想では多分できないけどね。で、ここのバネ部分を分解するには、それはこういうリベット止めになってます。リベットっていうのかな？ピンの圧入だよね。ネジで作ってくれりゃいいのにさ、ピンが圧入されてます。この裏の鉄板が外せれば、このロック部分を分解できて、中にバネを入れたりとかっていうのはできると思うんだけど、どうすんねん、こんなの。とりあえずこじってみますよ。ダメなら買い替えてもらうしかないからね。もうそれは言ってありますんで。ということで、時計のベルト修理ですね。やっていきましょう。なんかね、この時計ね、高いかもしんない。ちょっとお兄さんなりに調べたんですけど、この人が作ってるみたいで、なんか手作りらしいよ。デザイン的にこんなとか、これとか近いのかな？これとこれ似てるよね。メタルバンドのやつが48万、エディション10。で、さらにこれなんか、リミテッドエディションとか書いてあって、一応番号隠しますけど、50個限定みたいね。エディション1って書いてあるね。中でシャカシャカ動いてるわ。エディション1ある？ないよ。似てるやつがこれで、メタルで48万。これの限定みたいな感じなのかな。そう、もう一個の方もね、15th アニバーサリーって書いてあって、これもね、50個限定ですね。シリアル番号が入ってますね。15周年アニバーサリーモデルですね。下手すると2個で100万超えるかもしれないね。あとね、なんかベルトも書いてあった。多分このアルタスメッシュってやつとクープスってやつだと思うんだけど、ベルト6万2000円と7万5000円するみたいだね。お兄さんがいじっていいのでしょうか？いじってくれと言われたんでやりますけど、なんかすげえ文句言われそうだよね。本人じゃなく視聴者から。全員ブロックするけどね。とりあえずベルト取ろう。こっちぶっ壊すとさすがにシャレにならないと思うんで、ベルトだけにします。お兄さん工具持ってないんだけど、これにね、なんか工具ついてたんだよ。多分バネ棒外しだと思うんで、ちょっとこれを使わせていただきます。
お兄さん初めてのベルト外しをしてみたいと思います。YouTube で見たらここから外すみたい。バネになってる棒をギュッと縮めてスポッと抜いちゃうみたい。やってみるよ。ここだね。あ、来た。おー、取れた。お、来た。はい、取れました。あとこっちね。来た。おう。はい、取れました。まず、この欠けちゃった方ね。で、もげた部品がこれらしい。あ、これだ。あ、結構曲がってるね。本来ならここにはまると。だけど変形しちゃってるね。あ、切れてるもんね、ここね。これ無理じゃね？なんかネジ切れてるよね。まず平らにするよ。これをなんとか成形しなきゃいけないんだね。本来ならフラットじゃなきゃいけないのが、上が V の字というか、グイって上に曲がっちゃってるんだよね。だいぶ治ってきたんじゃない？でもだいぶ治ってきたと思うな。穴が広がっちゃってるのはもう直せないと思うんで、外側、だいぶ違うよね。右半分はそこそこ戻ってきてるけど、左半分がちょっとつり上がっちゃってるのか。ちぎれちゃうな。どうだろう。多少マシになった。なんか変なつり上がりはなくなったよね。これが限界かな。今のところこんな感じだな。これでつけてダメならもうしょうがないよね。一応おおよそ合うようになったんで、早速つけてみよっか。一応ね、マスキングだけはしましょう。一応マスキングこんな感じでどうでしょう？やるで。すっげえドキドキするけどやるで。本当につくのかい？ブテナロック。ちゃんと書いてあるからね。ネジ、リベット、溶接に代わる構造物接合に。多分材質ステンレスなんでいけるでしょ。これでつかなくてもね、お兄さんのせいじゃないからね。ブテナロックのせいです。A 剤 B 剤を均等量混合し均一に塗りすぐに貼り合わせる。5分で動かなくなり1時間で実用強度。よし、やるよ。ちょっと押さえつけます。密着はしてるよ。今のところは。これでこのままちょっと固めてみます。はい、次は、ここね、ロックの壊れた方を分解します。で、分解方法は、ここのリベットを削り落とします。この4箇所ね。リベットっていうか、ピンなんだろうね。多分打ち込んでると思います。これを頭を削り落として、このプレートを取り外して、中の構造を見ます。ここにちょっとバネ見えてんだよね。なので、このバネが折れちゃってるのかもしれないね。ちょっとわかんないけど。ほら、こっちバネだね。やっぱね。もしかしたらここを長いバネに変えてあげて、戻すのかもしんないね。結構奥まで入ってるよ、バネ。あ、ズームすると見やすいね。やっぱバネだわ。バネが折れてるのかな。全くわかんないんで、削るよ。で、削る前にマスキングしちゃいます。はい、準備 OK。がっちりとはいかないけど、とりあえず引っかかるようにはなった。で、削るのは、タックライフ。じゃあちょっと削ってみますね。もうちょいか？なんかね、正直ね、あんま見えないんだよね、これ。多分取れてるよね。もうわかんないけど。とりあえずこのレベルまで削ってみます。全部。これもうちょいだろ。多分削れてる。ちょっと残ってるかな、この辺。どうだい？多分削れてると思うんだけど、見た感じ、こことここが残ってるかもしんないね。どうでしょう？多分取れてると思うんだけどな。来る気配はないな。開く気配がない。おお、取れた。
いけたよ。こいつだけちょっと粘ってるな。ちょっと残ってんだね、これね。あ、取れる。ほら。すげえな。お兄さん結構ギリギリまで攻められてたんだね。素晴らしい。ほら、取れた。イエーイ。いきますよ、皆さん。はーい、オープン。来たね。もう取れた。あ、やっぱバネだね。でもバネは入ってるよね。バネは入ってます。別にちぎれたりしてないよ。なんか形変だけどね。バネが固まってる。おい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 。バネがいなくなりました。緊急事態発生。まあいいか。なんかバネがさ、二重になってた感じしない？なんかこう、螺旋が二重になってた気がするんだよね。あ、ほらほらほら。ネジ2本入ってない？あ、ネジが2本じゃないんだ。ほら、ネジが破断して重なっちゃってたんだ。はい、原因はこれですね。本当はこうやってくっついてるのが壊れてこう重なってたんだよ、さっきのやつ。だから螺旋が二重に見えたんだ。本来のバネの大きさはこんな感じですかね。4ミリのバネだね。コイルの直径測るの難しそうだな。はい、失礼します。まあ、本来の測り方じゃないんですが、根元の方で測ろう。0.92 だから、まあ、コイル直径1ミリですかね。1ミリ直径の長さ4ミリのバネ。で、バネレートはよくわからん。そういうことです。はい、このバネなんですけど、直径が 0.9 ミリの長さが 4.6 ミリっていうステンレスバネ。まあ、この時計がドイツ製なんで、一応電規格のサイズのやつを発注しました。ステンレスコイルバネってやつですね。なので、これは入荷待ち。で、エポキシで固めたこっちの方なんですけど、一応もう固まってます。ただ強度を高めたいんで、ここの縁のところ、少し隙間空いてるじゃない？ここと、この辺りが少し隙間空いてるんで、ここにもうちょっとエポキシを流し込んであげようと思います。この辺もちょっと入れてあげようか。こう見ると変形してるのがすごいわかるよね。まあ、隙間なくエポキシで固めてあげて、最後きっちりこの辺のはみ出てる部分は削ってあげて、はまるようにしてあげようと思います。なのでもう一回エポキシ。これがどれぐらい強いのかね。すげえ弱かったりして。まあ、少しは補強できたと思います。はい、バネ届きました。KSSC さんで購入しました。10個入りで1500円とかなんかそんなだった気がする。これですね。外したのがこれ。もうこれ重なっちゃってるけどね。まあ多分大丈夫じゃね。大体一緒だよね。元々のやつの方がバネ系が太いかもしんないけどね。で、ここを接着していきます。ほら、入った。大丈夫だ。そうね、こう来るね。で、さっきのバネが入るんですか？あ、ぴったりだ。うん。ちょっと弱いかな。バネが細いよね。まあ大丈夫だろう。で、これの固定もブテナロック。うん、はまった。あとは圧着だね。はい。じゃあこれで効果を待ちましょう。で、怖いのはさ、これが固まることだよね。大丈夫だと思うけど。このバネはちょっとたまに動かします。怖いんで。皆様、恐れていた事態が発生しました。固まっちまった。動かねえ。ついちゃってるわ。ああ、接着剤が染みちゃったんだね。少なめにしたんだけどな。お！動いた。こっちはもうがっちりかもしんない。ということでね、万力です。まあ、しょうがないよね。一応ね、完全効果まではいってないはずなんで、やるなら今しかない。お、パキッといった。だけど動きが悪い。動きが重いよ。お兄さんクリクリ得意だからね。ちょっとクリクリタイム。一応動くようにはなった。戻ってこないんだよね。こっちは大丈夫。動きがめっちゃ重いんだよ。でもう後戻りできませんからね。これを取るのはもう不可能ですから。動きが渋い。やっぱもうちょっとパワーのあるバネの方が良かったね。完全にフリーじゃないと戻れないぐらいの力しかないからさ。
だいぶ緩くなってきた。軽い引っかかりはあるけど、バネが強ければクリアできた問題だな、これは。とりあえずこれでちゃんと固定して洗浄してどうなるかだな。少し引っかかってんだよね。ちょっと戻ってきたね。ほら。多少マシになってきた。とりあえずこれはこのまま乾燥します。で、こっちね、ここくっつけたやつ。で、ここが、サイズぴったりじゃないと入らないんだよね。歪んじゃってるんで、このプレートの方が出っ張ってるんですよ、結構。なので、この出っ張りを少し削り落としてあげようかなと思います。ちなみにこの時計1個60万以上するらしいです。詳しい値段覚えてないけど、多分60万以上するって言ってました。取れた。取れました。ちゃんとついてなかったってことかな。もともと割れてたとこですね。ちょっと望みは薄いけど、もう一回貼ろうか。はい、じゃあもう一回やりますか。で、こっちもしばらく圧着しておきます。はい、皆さんお待ちかね。どうなったでしょう。見た感じ良さそうだけどね。もうちょっと削んなきゃダメかも。この鉄板がちょっとね、はみ出てますね。あ、はまったはまった。こういう感じですね。とりあえず、エポキシでついた。ちょっとね、強度テストとかもできないんで、あとは使ってみてとしか言えないです。で、問題のこっちですよ。どうなった？うわ、動き硬い。こっちはダメかな。一応はまって、使えるけど、硬いです。納得はいかない。それでもまあまあ使える。あと削り落としたところ、こことか、あとここ、そこだけ少し綺麗にして終わりだな。とりあえず1000番でこすってみようか。ちょっとこんな感じでやってみようか。難しいね。やっぱタックナイフでやります。紙やすりつけてやります。はい、こんな感じかな。ちょっとテカっちゃったけど、一応こことここ磨きました。はい、そしたら組み立てましょう。入った。入った。とりあえず取れずに押せば取れると。動くようになった。動いてる動いてる。ほら、引っかかりがね、分かった。このレバーを手前にちょっと引っ張りながら押すと強く引っかかるんで、多分そこでちょうどね、ぶつかってるんだと思う。これ何回かコリコリしてれば、違う。何回かクリクリしてれば、動き軽くなるんじゃないかな。ほら。治った治った。ほら。どうよ。よかった。とりあえず普通に使えるようになりました、こっちは。はい、もう一個ね。来た。はまった。はい、来た。はまりました。はめるの得意ですからね、お兄さん。大丈夫っしょ。もうこれで壊れちゃったらね、新しいベルト買ってください。7万円するけど。はい、ということで、今回はヨルクシャウアーの時計のベルトの修理を行いました。いや、マジの話、預かった時にこれ高いって知らなくて、パッと見ね、しっかりしてる時計なんで、4、5万ぐらいすんのかなぐらいだったんだけどね、2つ合わせてまさかの100万超えっていうね、お兄さんにそんなものを預けないでください。とりあえずちゃんと治ったっぽいんで、こちらいただきましょう。抹茶わらび餅。黒蜜ゼリー。これのさ、コーヒーゼリーのやつよく食べたんだけどね。これも食べたことある気がする。だけどいただきます。抹茶わらび餅、黒蜜ゼリー、蜜漬け小豆入り。いいね。ミルクたっぷり。はい、いただきます。美味しい。普通に美味しいわ。わらび餅ゼリーだよね、これね。
これわらび餅なのか。なんか2種類入ってるわ。こっちのね、黒蜜のやつは、ちょっと寒天っぽいね。ってことはやっぱこの抹茶色のやつがわらび餅なんじゃない？柔らかいわらび餅だね。多分この黒蜜寒天なのかな？これ美味しいよ。両方とも美味しいわ。バランスがいい。たまに味が変わるんで面白いですね。甘さがちょうどいいんだな。小豆も入ってますね。小豆は普通。はい、抹茶わらび餅、黒蜜ゼリー。製造者、安曇野食品工房株式会社、長野県松本市。カロリー139キロカロリーで結構少なめだね。お値段183円ですね。はい、ごちそうさまでした。今回ね、このセメダインブテナロックっていうのを使ったんですけど、これが強ければしばらく使えるけど、弱かったらすぐ壊れるっていう感じだね。ネジ、リベット、溶接に変わる構造物接合って言ってますからね。これは修理終わったんで、送り返してあげようと思います。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。この時計のブランド知ってる人いる？ネットに全然情報ないんだけど、知ってる人いたら教えてください。